夜8時でこの明るさ、すごいね。じゃあ今日はようやく2人とも仕事が決まって仕事を始めて落ち着いてきたので、それぞれの仕事探しのプロセスオランダに来る人でね、よく仕事をどうやって見つけたんですかとか、どんな仕事してるんですかっていう質問はもらってたけどね、生活が落ち着かなくてなかなか答えられてなかったからで、2人とも全然業種が違うから、それぞれ分けて話していけたらなと思います。今回は浩平の仕事をゲットした道のりっていうのをそうだね、話していきましょう。はい。いつから仕事探しを始めた？でも仕事探し始めたのはホテルにいた時だから、何月ぐらいあれ11月末とか2月くらい2月くらいか。まだワーホリのビザをもらってない時点だよね。どうやって仕事を探したの？基本的に日本とそんなに変わらなくて、ネットで仕事を選んでってやってたけど、日本より全然やっぱ使えるなって思うのはリンクディンとか、リンクドインっていうのかな、リンクドインとか、あとはオランダ商工会議所 JCC って言われるところだったりとか、そうだね、あとはエージェントにコンタクト取ってみたりとかはしてたかな。今決まった仕事もそうだけど、どういった仕事に応募してたの？前の動画でもちょっと話してるけど、その2人で違う業種の方がそのロックダウンとかなった時に、本当一文なしに仕事が2人ともないっていう状況にならなくて済むかなっていうのがあって、割とオフィスワーク的なのを探してたかな。前自分がやってた業種、物流関係とか、なんかそういうところに関わる仕事を探してた。どれくらい応募してた？でもネットでこう簡単にクリックするだけのリンクドイン経由とかっていうので言うと、多分10件とか、ちゃんと自分で考えてやったのは10件とか15件とか、そんなもんかな。実際自分が応募してどんなところは選考に至らなかった？日本語とかジャパニーズっていう仕事で探そうとして無理だったんだよね。結構コンタクトはあったけどね、確かに電話があったりとか、どうですかみたいな話はあったけど序盤やっぱダメだったのはビザが取れてなかったりとか、まだ、そのワーホリビザが降りてないっていうケースと、あとはワーホリの要件だとこの職種はダメですとか、なんか1年契約はできないとかっていうルールがね、ワーホリビザにはあって、制約としてあって、それのせいで今回募集してるのはそのもっと長いスパンで考えてる仕事だからとかっていうのが、そうだね、俺が探してる職種だとその辺でダメだったのが多かったかな。どんな仕事をしてるの？期間限定、その6ヶ月とか何ヶ月って書いてあるイングリッシュっていう条件ので、あと自分が関係してるロジスティックスっていうところで仕事を探して見つけた会社が外資系、オランダから見ると外資系、アメリカの会社だからオランダ語要件が全くなくて、全部英語でいいっていう話だったから、その仕事になりましたと。で特に応募する時には考えてなかったけど、もうフルリモートの仕事、で家で、そのヨーロッパ拠点のなんて言うんだろうね、物流を管理してとかっていうのをやってる仕事だ。ヨーロッパの人たちと一緒に働くみたいな。応募してから契約が決まるまでどれくらい期間がかかった？期間で言うと1ヶ月ぐらいで、プロセスで言うとリンクドインで見つけて、朝7時とかにアラートが来るように設定してたから、でこういう仕事が新しく出てますみたいなリンクドインのアラートを受け取って、でそのまま応募ってやったら、すぐに8時9時ぐらいに電話が来て、その日の、
で今どういうビザ持ってるとか今どういう状況でとかっていう話をして、で自分の経歴とかもさーって話して履歴書を送ってたけどね、でやったらすぐに2日後ぐらいに面接して、でその次にもう1回二次面接みたいのがあって、最後働き始めがだいたい応募してから1ヶ月後ぐらいかな。選考の途中でテストも受けてなかったっけ？なんかそうだね、なんか雇用先の場所から一次面接、マネージャーとかと面接して、で面接が終わって次にあったのがそのテストというか課題を渡されて、Google スプレッドシートと Google ドキュメント渡されて、なんか問題とか自分でExcel の関数とかと一緒だけど関数使って、物流だからその在庫データをどうやって割り振るかとかっていうのを自分なりにやってみてくれっていう割とアバウトな課題があったよね。どういう雇用形態で契約をしてる？1年契約はできないから、でオランダのエージェントを通して契約をしていて、ゼロアワーコントラクトっていうんだっけ、だから何時間働きますっていうのは名目上存在しない、必要な時だけ手伝うっていう名目の契約がそのノンアワーゼロアワーコントラクトかってやつで、それだと11ヶ月とかに調整してくれてワーホリでも仕事が取れる、でもともとその6ヶ月っていう期間限定の仕事だから、そのゼロアワーコントラクトでエージェント経由でこう働くっていうのをやってるかな。働き方ってどう？初めてかな。エージェントの人も会ったことないし、電話だけだし、で同僚一緒に働いてる人もほとんどが自分と同じ業種、関わる仕事をしてる人は全然もうヨーロッパの別の国にいたりするから、誰も会ったことないっていう、だから本当自分で家で朝起きて本当仕事してっていう、みんなが多分コロナの期間とかにやった在宅の仕事を初めから契約の段階から全部っていうのが今の働き方。面接とかも契約も何もそう誰も会ってないし出向いてないもんね。契約書ですらデータでもらったから、だってね、本当にこれ仕事決まってんのって不安になってたもんね。実際に働いてみてどう？なんか感じたこととか、日本と違うな、でも独特だなとか特にその自分が物流っていう仕事をやってるからはあるけど、日本だったらもう日本から外に出すイコールもう輸出だけど、なんかオランダからパリに物を送ってとか、そのオーストリアからイタリアに物を送ってとかってやるのが EU 圏内っていうドメスティック、日本だったらドメスティックって国内にしか使えない単語だけど、ドメスティックっていう英単語をヨーロッパ圏内に対して使ってるのは、やっぱなんかちょっと視野が違うなって思うし、多分そこは分かんない、物流やってるから興味あるだけかもしれないけどでもなんかそういうのは面白いし、あとはそうだな、仕事に国境がないっていうのと、なんか日本にいる時もリモートなんだったら海外でやっても同じじゃんって思ってたけど、実際にそれを本当に違う国にいる人とやると思ってなかったし、オランダにいる状況で、アメリカの人、フランスの人、オーストリアの人とかイタリアの人とミーティングで一緒に話してとか、でミーティングが終わるとそれぞれの宿題を自分たちでやってとかっていうのは、これは日本だと時差が被るのってすごく少ない、オーストラリアとかその時差圏内っていうと限られた国しかないけど、ヨーロッパだとすごいいろんな国が同じ時間帯で働けるから、なかなか日本からは見れない視点だね、その EU 圏内とか。そうだね、同僚に会えないは結構きついけどねそうだね、世
かくねいろんな人に会えたらと思ってたのにね。そう、まさかの仕事で誰にも会えない。自分なりにこうしたらいいなみたいな共有できたらいいなってことがあればどうぞ。基本的にでもやったことないことをやろうっていうのはハードルがちょっと高いかなって思った、そのヨーロッパの仕事って探す仕事にもよるけどすごい要件が厳しかったりとか、ある一定レベル以上の大学を卒業してないととか、あとはね、その競争相手が大学院卒とか、あとはもっと職歴のある人とかだったりするから、少なからず何か自分が勝てるところ、あ、この人欲しいなって思ってもらえる要素があるところに応募するのがなんかいいかなって。結局あまり脈がないけどやってみたいっていうところに応募して断られるとやっぱメンタルきついから確かにダメ元でって思っててもそれが続くとやっぱ無理なのかなってなっちゃうから、特に自分の場合はだけど、そのオフィスワーク的な仕事を探すってなると普通に考えたら長く働いてくれる人を取った方がやっぱ会社側もねいいと思うけど、なんかそのマタニティリーブとか、あるメンバーが1人その産休で外れちゃってるから6ヶ月間だけ埋めてほしいとか、なんかそういうところを狙っていくと長い意味での雇用を求めてる人は意外とそういうとこ応募してこなかったりするから、そうだね、うまく会社のニーズと自分のニーズが合ってれば、だからその1年2年3年とか10年働いてほしいポジションにその1年は働けませんっていうワーホリの人が行くよりは、むしろいや今こういうビザしか持ってないからむしろこの6ヶ月っていう期間がすごい自分にとって都合がいいっていう説明でいくとお互いウィンウィンで不安要素なしで仕事ができるのはあるから、割り切って数は少ないけどそっちにシフトしちゃった方が俺はうまくいったかな。他の場所で脈があったところも、そのマタニティリーブで空いてるところっていう話だったしとか、私とは全然また違った業界で探し方のコツとかも違ってくるだろうからね。日本語と英語しか喋れないっていう状況でも一応仕事は取れるっていう一つのサンプルとして参考にしていただければと。次回は私の仕事についてそうですね、少し語らせていただきますのでバイバーイ。バイバイ。